海道十勝で農業をしています沙織です。年齢は27歳、メスです。今日もまだ旅中のため、例によって私の畑ではないです。今回は北海道の畑作がお休みになる冬期間の、農民の冬休みを紹介しようと思います。前回は農作業真っ只中の3月から10月までの暮らし方について紹介したんですけど、たくさん反響をいただきましてありがとうございました。その中で質問だったりいろいろいただいたので、そういうのに少し答えながら冬の間のトレーラーハウスでの暮らしを軽くお見せしようかなと思います。ということでどうぞ。こんにちは、沙織です。去年の11月から旅に出ていまして、今回は日本一周をしています。これまでもいろいろ行った観光地とか、キャンピングトレーラーを紹介した動画を出しているんですけど、毎日観光地に行っているわけではなく、土日とかね、混む日には1日トレーラーでお休みをしたりしています。今回はそんな何もない一日の夜をお見せしようと思います。編集がだいぶ遅れていて、現実時間とかなり時差があるんですけど、ここから鹿児島の最南端まで行った後、2ヶ月くらいかけて北上して北海道を目指す予定です。前回の動画でこういう質問が来てて、冬に遊びに行けるなんて十勝の農業は儲かるんですか？まず儲かるかに関しては、しっかりやれば十分生計は立てられると思います。北海道は特に畑の規模もすごく大きいし、その分経費もかかるし、実は私の場合は農地の借金がね、数千万単位であるので、その返済もかなりかかるんですけど、しっかり収支計画を立てて、しっかり考えて働いて、夏にちゃんと稼ぐことができれば、冬は割と自由に過ごせるのかなと思っていて、でも、やっぱり人それぞれいろんな人がいます。なんでね、冬の間、バイトをして、さらに稼ぎに行く人もいるし、家族でね、のんびりゆっくり過ごす人もいたり、旅行する人もいたり、秋の間に収穫した作物を貯蔵しておいて、それをね、冬の間に販売したりとか、そういう方もいらっしゃいます。実は、冬の休みがどれくらいあるかっていうのも人それぞれで、どういう稼ぎ方をするかにもよるんですけど、私の地域では、畑作4品っていう小麦、小豆、メークイン、ビート、この4つを輪作して畑を回すっていうのが主流なんですね。そこに例えば長芋を加えたり、大豆を加えたり、逆にビートをやめたりとか、自分の営農に合わせてカスタマイズして皆さんやっています。私が作っているのは、さっき言った畑作4品、小豆、小麦、メークイン、ビート、に加えて、かぼちゃ、絹さやスナップ、トウモロコシっていう感じで、種類の数だけで言うと、多い方で、しかも収穫期間も6月の末から、10月までは
ずっとほぼ休みなく続きます。収穫だけではなくね、その他の管理作業とかも入ってくるので、かなり詰め込んだスケジュールにはなっちゃって、時間もギリギリの生活にはなります。ただその分ね、10月中には全部終わらせるっていう風に決めているので、冬休みはその分長く取れるし、逆に長芋とかは収穫期が11月以降、になったりするんですけど、そういうのを上手に利用して、収穫期を分けて長い期間使って稼いでいる農家さんもいます。あとはね、畑作4品に全振りで他何もやってませんっていう、それだけやっている農家さんもいるし、夏頑張った分冬はゆっくりしないとねって言ってる方もいるし、さらに稼ぎに行ったりする人もいるし、人それぞれだと思います。そんな感じかな。ご飯を作ろうと思います。ということで今回は豚丼を作ります。十勝の名物なんですけど、ちなみに丼物はあまり好きじゃないんですけど、料理苦手でも簡単にできるので、今日は豚丼を作ります。北海道じゃないから、十勝豚丼のタレが売ってなくて、山口県の山賊で買った山タレを使います。一人でやっているんですか？この質問は何件か来てて、前に質問コーナーの動画でも答えているんですけど、基本は主人と2人でやっています。芋の収穫の時とか、どうしても人手が必要な時は、さらにバイト募集したりして、人数を確保しています。でもバイトに来てくれている人がいる中で、撮影したりっていうのはちょっとできないので、撮影する時は私一人でやっています。なのでちょっと何人かの方には誤解をさせてしまったかもしれないんですけど、基本は主人と2人で農業をしているし、芋とかね、絹さやとか、人手必要な時は手伝ってもらっています。なので今回の旅も一人旅というわけではなくて、家族で来ています。別に主人は撮影に移りたいというわけでもないので、今は買い物に行ってもらってます。ということでできました。豚丼。大型機械すべて個人で所有しているんですか？っていう質問もありました。トラクターとか収穫機とかは個人所有で、芋を植える時のポテトプランターとか、小麦を植え付ける時に使用するドリルとか、年に1、2回しか使用しない機械は近所の方と共同で使っていたりします。なので、全部が個人所有というわけではないです。あと、オートパイロットですかっていう質問もあったんですけど、GPS はエコトラっていうヤンマーの赤いトラクターにだけついてます。なので、苗を植えるときだったり、その後の管理作業、カルチとかをね、かけるときはエコトラに乗っていることが多いです。このトレーラーも実は主人の手作りで、冬に使う前提なので、断熱材が 50mm のめちゃくちゃ分厚いしっかりしたやつが入ってるんですけど、それでも冬はね、やっぱり暖房とか必須で、電源はこのバッテリーから取ってます。さっき使ってた水道も、この部屋の電気も電力の供給源はこのバッテリーで、実はこれご提供いただいたものなんですけど、オールパーツさんのポータブル電源 R600 です。一番好きな点はスマホ1台で遠隔で操作できるところで、専用のアプリから Bluetooth で電源を入れたり切ったり、あとスマホも置いて充電できます。ご飯を食べた後は編集をしたりコメントを返したりしてます。結構電源とかバッテリーって隠して見えないように設置する人が多いんですけど、
このバッテリーはすごく見た目がシンプルで、この部屋の調和を乱さないから、こうやって自由に置いて使えるのもすごい気に入ってます。ちょっとお酒が弱いもので顔がこんなんですけど、酔っているわけではないので、最後は質問というか、よく言われがちなことだったんですけど、大変そうっていうコメントがたくさん来ていて、私はそこまで大変だとは思ってないです。私がまず農業が好きだっていうのもあるんですけど、あんまりプライベートと仕事の線引きをしてないというか、家事とか趣味の延長くらいに思ってるので、朝から晩まで農作業をして、その後帰って家のことをしてっていう忙しい時期でも、仕事だから疲れたっていう感覚ではなくて、好きなことを一日やって疲れたな、おやすみくらいの感じで、辛いとかは別に思ってないです。好きじゃない作業もあるんですけど、反対に楽そうっていうコメントも来てて、私みたいな感覚の人にはね、きっとそうなんだと思います。もう少しで家事職人が帰ってくるので、寝れる状態にしておきます。トレーラーでの生活は意外と快適で、毎回宿に泊まらなくて済む分、コストがいいです。ただ、お風呂やトイレがないので、温泉やコインシャワーを探して利用しています。水は湧き水を探して汲みに行くので、普段家で当たり前に使っているもののありがたさを感じます。旅の動画は少し間が空いてしまいましたが、まだあと2本くらい続く予定です。そう、これね、見てもらったらわかると思うんですけど、2段ベッドになってんですよ。本当、家事職人は優秀ですね。ということで、何にもない日の一日でした。おやすみなさい。バイバイ。ということで、農民の冬休みでした。農作業してる時は結構バタバタしていて、ゆっくりできない時間も多いんですけど、冬の間はね、とことんのんびり暮らしています。今のところは冬は旅をするっていうスタイルではあるんですけど、他にもやってみたいこととかもあるので、冬の生活スタイルも少しずつ変わっていくかもしれないんですが、見守っていただけると嬉しいです。ということで、皆さん今後ともよろしくお願いします。